はぁ、また日本史の授業で寝ちゃったわ。縄文人がいて、弥生人が来て混ざった。これだけ覚えればテストは余裕でしょ？甘いな弥生さん。砂糖漬けの羊羹より甘いぜ。何よ、また変なこと言い出す気？実はな、最新のゲノム研究によると、日本人の成り立ちは2種類の集団、じゃなくて、3種類の集団、だった可能性が高いんだ。一つ増えてるじゃない。しかも、東南アジアやシベリアの少数民族にも、なぜか縄文系の成分が検出される謎があるんだ。カンボジアに縄文人がいたってこと？それがそう単純じゃない。今日はそこを解説するぜ。まずは日本列島の最新の話から行こう。2024年、山口県の土井ヶ浜遺跡から、弥生人のゲノムが詳細に解析されたんだ。土井ヶ浜って、あの戦闘痕がある骨のある遺跡？そうだ。そこで見つかった弥生人の DNA を調べたら、3つの祖先集団が混ざっていたんだ。3つ？縄文と弥生の2つじゃないの？今までは大陸からの移民、と一括りにされてたが、実は大陸側が2つの系統に分かれるんだ。1つは縄文系集団。これはもともといた人たちな。2つ目が北東アジア系。アムール川流域の集団だ。3つ目が東アジア系。黄河文明に関わる集団だ。ちょっと待って。アムールと黄河は違うの？全然違うんだぜ。北東アジア系は、新石器時代の悪魔の門洞窟の人々に代表される狩猟最終的な集団だ。一方、東アジア系は農耕をもって拡大した漢民族に近い集団と言えるな。なるほど、北の狩猟民と西の農耕民がいたのね。これらが東アジアで混ざり合って渡来系弥生人の祖先になったんだ。じゃあ、私たちが学校で習ったのは、簡略化されすぎてた可能性が高いってことだ。でもさ、冒頭で言ってた東南アジアの話は何？ミャンマー人やカンボジア人にも、縄文系が含まれるってどういうことよ？遺伝解析ソフトでアドミクスチャーというのがあるんだが、これで成分分析すると、確かに東南アジア人に縄文と同じ色が出る。ほら、やっぱり縄文人は世界に進出してたんだ。縄文帝国があったのよ、ロマンだわ。残念ながら、その解釈は間違いだ。なんでよ、データに出てるんでしょ？ここが遺伝学の難しいところなんだ。結論から言うと、縄文人との共通の祖先が、より古い時代にいただけなんだぜ。東南アジアにはかつて、ホアビニアン、という、古い狩猟採集民が住んでいたんだ。彼らは、縄文人の祖先とまあまあ近い、東ユーラシア奇想集団の流れを組んでいる。奇想集団？難しくなってきたわ。例えるなら、遠い親戚、だと思え。縄文人が直接ミャンマーに行ったんじゃなく、お互いのおじいちゃんのおじいちゃんが同じ、兄弟だった、みたいな話だ。ああ、なるほど。顔が似てるいとこ的な？そうそう。解析ソフトはホアビニアンのデータを持っていない場合、一番似ている縄文で代用して表示してしまうことがあるんだ。なんだ、代理なのね。紛らわしいわね。実際、東南アジア人の基礎には、この古いタイプの人類が数%残っている。それが計算上、縄文成分として可視化されちまうわけだな。じゃあ、もう一つの疑問。ミャンマーやカンボジアに、北東アジア系がいるのはなんで？寒いところの人たちなんでしょ？いい質問だ。これは農耕の拡大が関係しているんだ。中国大陸を見てみろ。黄河流域でアワ、キビ、長江流域で稲作が始まったのが新石器時代だ。黄河の農耕民はシナ、チベット語族の祖先だと考えられている。彼らは人口が増えて、南へと移動していったんだ。それが今のミャンマー人、ビルマ族などの基礎になった。でも、北東アジア系ってもっと北のアムール川の人たちでしょ？黄河とは別じゃない？鋭いな。実は黄河の農耕民自体が、古い時代に北方の集団と混結していたり、遺伝的に近い関係にあったりするんだ。それに、青銅器時代以降、北からの二次的な輸入もあったと推測されている。つまり、北の成分を持った人々が、雪崩のように南下して東南アジアの先住民と混ざり合った結果、北東アジア成分が検出されるようになったんだぜ。なるほど、人が動けば遺伝子も動くのね。さて、ここからが最もややこしい。北の海、シベリアの話をするぜ。寒いのは苦手よ。こたつ出して、アレウト、チクチ、ウリチといった人々。彼らからも数%、縄文系の成分が出るんだ。また親戚？今度は本当の親戚？かなり近い関係だ。特にウリチ、アムール川なんかは、縄文人と共通の祖先から、分かれたグループと考えられている。海岸沿いに住んでたオホーツク文化人なんかも関係してて、遺伝的な交流があった。ふむふむ。
じゃあ全員出るの？それが違うんだ。イテリメン、エベン、そしてユキックからは縄文成分が出ない、あるいは極めて少ないんだ。すぐ隣に住んでる人たちじゃないの？なんでそんな差が出るのよ？これには2つの理由が考えられる。1つ目は、新しい集団の拡張だ。エベン人のようなトナカイ遊牧民は、比較的新しい時代に内陸から拡大してきた。ネオ・シベリアンと呼ばれる系統なんだ。彼らがもともといたコシベリア集団を置き換えたり薄めてしまったんだ。上書き保存されちゃったのか。縄文的な古い層は、海岸の端っこアレウトやアムール川の下流ウリチに残った。2つ目の理由は、解析の数の問題だ。軽自動車？違う。アドミクスチャー解析で何個の祖先に分けるか、という設定値のことだ。これが重要なんだ。例えばイテリメンやユキックは、独自性が強すぎて、計算上自分たちだけの成分、として独立してしまうことがあるんだ。ああ、個性が強すぎて縄文グループに入れられなかったってこと？そういうことだ。実際には古いつながりは、あるはずだが、グラフの色としては、出にくくなっている可能性があるんだぜ。さて、次は中央アジアだ。まだあるの？中央アジアって、キルギスとかでしょ？さすがに日本から遠すぎない？ところがどっこい。アルタイ人、マンシ人、プバラル人なんかにも縄文成分が出る。もう意味わかんない。縄文人は遊牧民だったの？馬に乗ってたの？落ち着けやよいさん。そんなことないぜ。これも直接移動ではないんだ。鍵となるのは、古代北ユーラシア人、通称 ANE だ。ANE？ 新しいアイドル？ 2万年以上前のバイカル湖付近にいた人類集団のことだ。彼らはアメリカ先住民の祖先の一つでもある。非常に重要な集団だ。実は、縄文人の祖先や北東アジア系集団は、この ANE や、それより古い、奇想集団、と、複雑に混結したり分岐したりしている。中央アジアの人々は、この古い ANE の血を、濃く受け継いでいる場合があるんだ。つまり、どういうこと？現代の日本人、縄文、と中央アジア人が、遥か昔の共通祖先の痕跡を、お互いに、保持しているってことなんだよ。解析ソフトから見れば、こいつら似てるな、と判定されて、縄文色がついちゃう。また、そっくりさん、現象なのね。アルタイ山脈周辺は人類の交差点だからな。東の遺伝子と西の遺伝子が、ぐちゃぐちゃに混ざっている場所だ。その古い東の要素が孤立して残った。縄文人とリンクするのは当然とも言える。ここからはもう少しマニアックな補足をしていくぜ。まだやるの？もうお腹いっぱいよ。今回紹介したウリチの隣人のカラフトにいる2部フの話だが、彼らはオホーツク人との関連が指摘されているんだ。オホーツク文化は5世紀から13世紀頃、北海道の北岸やオホーツク海沿岸に栄えた海洋民族だ。彼らの遺伝子は、現代のアイヌ民族にも影響を与えている。アイヌの人たちも縄文の末裔なんでしょ？基本はそうだが、100% 縄文そのまま、というわけではない。オホーツク人、北東アジア系、との混血が、歴史の中で起きている。それが北海道のアイヌ民族の成立に、深く関わっているんだ。これも、3系統、の、混合の一つの形と言えるな。琉球の人はどうなの？沖縄よ、沖縄。琉球列島の人々は、本土日本人に比べて、縄文祖先比率が高いことがわかってる。だが、やはり弥生的な大陸の影響も、受けている。グラデーションなんだ。北、北海道、と南、沖縄、で縄文が濃く、中央、本土、で大陸系が濃い。リバーシみたいね。端っこが黒で。まあ、そんな単純なもんでもないが、傾向としては正しい。大陸系、の中身が、今回の発見で2つに割れたわけだ。北東アジア、アムール、と、東アジア、黄河、にね。覚えたわよ。完璧ね。ドイガ浜の弥生人は、この北東アジアの要素を持っていたことが決定的だった。つまり、朝鮮半島を経由してくる前の段階で、すでに北と西の集団は混ざっていたのかもしれないし、朝鮮半島で混ざったのかもしれない。まだ謎は残ってるのね。だから面白いんだぜ。科学は常に更新される。教科書が変わる瞬間を我々は生きているんだ。かっこいいこと言ってるけど、古墳さんの服にきなこついてるわよ。言うなよ。結局さ、今日の話をまとめるとどうなるの？日本列島は、アジアの東の端にある、巨大な袋小路、だったってことだ。古い縄文系、北からの北東アジア系、西からの東アジア系、全員がここで出会った。そして混ざり合って今の私たちがいる。そうだ。そして周辺のアジアを見れば、私たちの成分の片割れを持った人々が、散らばっている。
兄弟は世界中にいるんだ。ミャンマーもシベリアも全然違う国だけど、遠い親戚だと思うと親近感湧くわね。遺伝子は嘘をつかないが、解釈には知識がいる。単純に移動した、と思わずに、壮大な歴史のパズルを楽しむのがコツだぜ。私はパズルよりお茶菓子の方が、楽しみだけどね。お団子ちょうだい。やれやれ、これだから弥生さんは。今回の解説はここまでね。ご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画が少しでも良いと思ったら、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。皆さんのコメントもお待ちしています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。